一年中スーパーで売られているレモン。爽やかで夏のイメージが強いが、実はレモンの旬は冬。10月頃から収穫が始まり、12月から3月頃に旬を迎える。今日はこのレモンを使って塩レモンを作っていく。塩レモンはモロッコの伝統的な調味料で、レモンを塩につけて熟成させたもののこと。モロッコでは日本でいう醤油や味噌のように身近な存在なんだとか。イスラム圏のモロッコでは料理にお酒を使わないため、料理酒の代わりに肉や魚の匂い消しや香り付けとして使われることが多いようだ。レモンは皮ごと丸ごと使うため、なるべくワックスがかかっていない国産のものを使うようにしている。よく洗って水気をよく拭き取ったら皮から実を外しておく。モロッコではレモンを丸ごと漬け込んで作るようだが、今回は早く浸かるように実や皮を細かく刻んでから作る。こうすることで通常では1ヶ月程度かかる塩レモン作りだが、おおよそ1週間で味が馴染んでくる。皮から実を外したら種を外して実を小さく刻んでいく。本場モロッコでは種は料理のたびに避けながら使うのだろうか。ちょっと面倒な気もするが、最初に取っておくか後に取るかの違いなので、種取りはお好みで。そして残った皮はみじん切りにする。料理にレモンを使うときは果汁だけを使うことも多いが、この塩レモンは皮まで丸ごと使えるのが嬉しい。実はレモンの皮には果汁の倍以上の栄養成分が含まれているんだそう。カルシウムは果汁の約10倍、ビタミン E はなんとおよそ16倍。レモンの皮には抗酸化作用のあるポリフェノールも豊富で、中性脂肪の吸収を抑えてくれる。シャキッと目が覚める爽快な香りは、レモンの皮に含まれているリモネンという成分によるもので、リラックス効果やコレステロールを減らす働きも期待できるんだとか。小さく切った実と千切りにした皮の重さを測って、その総量の 10% の塩と合わせる。まんべんなく混ぜ合わせたら清潔な瓶に詰めていく。あとは瓶を直射日光の当たらない涼しい場所に1週間置いておく。1日1回瓶を振って、レモンから出てきた液を全体になじませるようにして熟成させていく。最初はレモンの酸味と塩気が強く尖った味がするが、時間が経つにつれて酸味や塩気がマイルドになり、旨味が増してくる。レモンの液がとろっとしてきたら完成。あとは冷蔵庫で保存する。冷蔵で約1年間保存できる。1週間ほど漬けた塩レモン。レモンの皮が柔らかくなって実はペースト状になっている。今日はこの塩レモンを使ってお昼ご飯を作る。塩レモンを使ってまず作りたいのが自家製の鶏ハム。お肉を塩レモンにつけてから炊飯器の保温機能を使って低温調理することで、柔らかくてしっとりとした鶏ハムが出来上がる。鶏肉は今回もも肉を使っているが、胸肉でも大丈夫。皮と余分な脂や筋を取ったらフォークで両面に穴を開ける。こうすることで硬くなるのを防いで、中まで下味が入りやすくなる。穴を開けたら両面に塩レモンを塗り込んでいく。お肉を酸性の塩レモンにつけておくことで、水分の保持力が高くなってパサつかずしっとりと仕上がるんだとか。中まで味が入るように冷蔵庫で30分寝かせておく。肉を寝かせている間にハムと一緒にサンドイッチに挟むキャロットラペを作る。今日は彩りの綺麗な紫玉ねぎも一緒に入れよう。紫玉ねぎは芯を取って薄切りにする。人参は千切りに。塩を振って全体になじませ、10分ほど置いて水分を抜く。30分寝かせた鶏肉はラップの上に取り出して好みのスパイスで味付け。今日は存在感のある力強いグリーンの香りが特徴的なローズマリーと
ピリッとした辛みが肉の匂い消しにもなってくれるブラックペッパーを使う。ラップで隙間なくきつく巻いて形を整えていく。ラップの端はキャンディーを包むようにくるくるときつめにねじっておく。中に水が入らないようにもう一度ラップで同じ要領で包んでおく。余った端の部分をくるくると巻いて輪ゴムで留めたら準備 OK。 炊飯器に肉が完全にかぶる量の水を張って65度で1時間半保温する。我が家ではバーミキュラーの炊飯器を使っているが、一般的な炊飯器の保温モードはだいたい同じ温度なので、おおよそ同じくらいの時間でできるはず。昨日の残りのサラダにかけるドレッシングも作っちゃおう。小レモンを刻んでペースト状にし、オリーブオイルとお好みのお酢を入れれば即席ドレッシングの出来上がり。このドレッシングを基本に黒胡椒を加えてイタリアンドレッシングにしたり、マヨネーズと粉チーズを加えてレモンシーザードレッシングにしたりとアレンジも楽しめる。鶏ハムは途中でひっくり返して全体に均等に火が入るようにする。低温調理はちょっと難しそうに感じてしまうけど、工程にさえ慣れてしまえばほったらかしでできるのでとても楽。何よりお肉のしっとりとした仕上がりはレストランの味と遜色ない。塩で揉んでおいた人参と玉ねぎは水を数回変えながらしっかりと塩を洗い流す。先ほどペースト状にしておいた塩レモンとオリーブオイルを入れて混ぜ合わせる。レモンの酸味が効いているのでお酢なしでも爽やかな仕上がりだ。ブラックペッパーをかけたら完成。多めにできたから翌日以降の常備菜にする。1時間半経ったのでラップを取って火の通り具合を確認してみる。鶏ハムは肉の厚みや水の量によって調理時間が多少前後するので、必ずスライスして中心まで火が入っているか確認する。切り口がしっとりとしていて美味しそう。ちゃんと中まで火が入っている。鶏ハムは多めに作っておいてサラダチキンにしても美味しい。サンドイッチのパンは食パンもいいのだけど、このレモンとローズマリー風味の鶏ハムにはフランスパンを合わせたい。切り込みを入れて中にマリネと鶏ハムを挟んでいく。レモンの爽やかな香りにプリプリのハム。このままキッチンでかぶりつきたいと流行る気持ちをぐっとこらえる。お皿に盛り付けていただきます。Once again, you're gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is better.